こんにちは、ドクター。皆さん、こんにちは。マンティバンです。先日公式から読書の予告が出てきて、それに伴い、ブレイズをはじめとするガチャもいよいよご登場。第6章はとっても、何を言えばいいかな。言葉を失うほどのストーリーなので、皆さんぜひ楽しんでおいてください。今日はもちろんメインストーリーじゃなく、ガチャ情報に関して紹介していきたいと思います。実は大陸サーバーでは、契約終わりから読書を実装までの間に、こういうガチャもあったけど、この2人はどれもちょっと微妙で、特にこちらのブロックさんの砲術カード、完全ではないけど、ほぼ、ブレイズのハイ効果。で、その直後にブレイズのガチャが出てきて、大陸ではこういう神運輸でした。列車の乗客全員が犯人、どうやらヨスタはうまく回避できました。で、本題に入ります。今回のガチャのピックアップは、ブレイズ、グレイソードとアンブリアの3人、順番に紹介していきます。まず、ブレイズ。物理カード。チェーンソーマン。さっき言ったブローカーとは違って、スキル発動しても完全に物理ダメージ。先にステータス。レベル90の時、HP が2800、攻撃825、防御415、砲術耐性0、配置コスト、潜在能力1の時24、で、ブロック3。このステータスは正直まあまあとしか言えないレベル。同じくブロック3のカード、スペクターに比べると、HP がスペクターより200多くとはいえ、スペクターの素質も考えると、だいたい互角、攻撃力敗北、防御力、スペクターより、属性多いけど、素質も考えると勝ってないと思います。だいたいこういう、ステータスですね。ステータスは、そこまで高くなくても、チェーンソーみたいにスキルが優秀であればなんてことない。素質に関しては、まず素質1、HP が 25% 以下になったら最大 HP の半分を回復し、6秒以内に HP が 50% 以下に下がらない。一戦では1回のみ発動できる。潜在能力3に達したら、持続時間が1秒増加。素質に戦場に15秒とどまると、抵抗のバフが得る。このバフによって、スタン関連、統一の影響時間が半減。素質、潜在能力4に達したら、こちらは9秒になります。で、重要なスキルに関しては、スキル1、次の攻撃が通常の 225% のダメージを与える。これは、初心者オペレーターでも所有しているスキルなので飛ばします。スキル2、このスキルこそブレイズの革新、コアと言えます。スキルの名前はだいたいチェーンソー延長も自由、という感じかな。側翻訳ですいません。攻撃力プラス 100%、だいたい1485、すいません。だいたい1650ぐらい。防御力プラス 35%、だいたい560ぐらい。それに攻撃範囲拡大。一見してこれ強いのという疑問が出てくるかもしれんけど、このスキルの持続時間は無限です。発動したらブレイズが邪悪な笑顔が浮かんできて、敵を切り裂く作業に入ります。その後は安定に敵を処理でき、とても頼れるオペレーターになります。問題は、その SP コスト。70秒チャージしないといけない。ピリオプシスを入れる場合は、53秒になります。ミスカムやサリアも入れると、さらに短縮されるけど、こういうオペを毎回
チームに入れる余裕があるわけないので、できるだけブレイズを戦闘の序盤に配置させる必要があります。スキル3は、葛藤爆裂。文字通り、燃えすぎて自分も爆裂に巻き込む微妙なスキル。発動したら、攻撃と防御が徐々にプラス 80%。だいたい 9.5 秒過ぎたら最大の1485になり、付近の9マスにいる敵全員に攻撃力の4倍の物理ダメージを与える。そして自分も 25% の HP を失う。正直このスキルはめちゃくちゃかっこいい。僕もその時そう思ってすぐ特化さんにした。このスキルはかっこいいじゃかっこいいけど、問題点はコスト。チェーンみたいに開始の時点で使えばスキル発動して即撤退という使い方ができて別の話になるけど、こちらのスキルは特化さんでも初動は10秒かかり、しかも発動して 9.5 秒くらい待たないと大ダメージが出せない。完全に物理なので出しても大したダメージとは言えないレベル。いいところは、大ダメージ出す前に、その構え時間にも普通に攻撃はできる。しかもどんどん攻撃アップするんで、その期間中にも一応期待できると思います。結論としては、ブレイズ、W、ファイアウォッチなどの、爆裂魔法タイプ。ああいうネタ構成をやらない限り、スキルさんとかあんまりおすすめしません。それに比べて、特化したスキル2は、機器契約に含めた、いろんな場面では使えるので、ほぼ必須レベル。一つ忘れたけど、潜在能力の話。潜在能力2の時は、廃止コストマイナス1、その次、素質1強化、攻撃力プラス28、素質2強化、廃止コストマイナス1。これに関しては、お金の余裕があれば、潜在能力4にした方がおすすめです。特に機器契約では高い機器レベルをクリアしたいドクターには、この攻撃力アップは割と大事です。もちろん僕みたいな、カジュアルドクターだったらどうでもいい。次は、グレイスロード。こちらは育ててないので、ウェブサイトを参考します。なぜなら、こちらのキャラ紹介を見ればわかると思います。レベルマックスの時のステータスはこうで、素質は攻撃スピードプラス6、15% の確率で攻撃力が 1.5 倍になる。スキル1、次の攻撃が2連射になって、1回の射撃は、通常の 125% のダメージを与える。最大2チャージできる。これ、特化3の時は最大3チャージ。スキル2、攻撃力プラス 20% で攻撃が3連射になる。これ完全にエクシアの開口眼じゃん。まさにその通りです。僕は今まで、アークナイツをやっていて一つ悟りましたよ。それは、オペレーターはそのステータスだけに判断されてはいけない。もっと大事なのは、そのオペの特殊性です。皆さんはもう機器約を経験したんでわかると思うけど、機器約では最大編成人数7人とか、10人とか、そういうタグがあるんで、同じ役割をするオペレーターは基本1人、2人しか編成できない。これで開口眼を選ぶ理由とかないでしょう。それに対して1人のオペは特殊で、上位交換は存在しなければ、そのオペは星4でもいつか輝ける
と、僕は信じています。まあ、使えるかどうかは完全にゲーム企画の人の意思次第ですね。話に戻ります。グレイスロードは全く特殊性はなく、完全にエクシャの開放感なので、ここでは育ててない。まあ、いろいろ言っちゃったけどさ、根本的な原因はお金がない。お金がないから素材も足りない。素材足りないから、全員育てる余裕がなくて、優先度を考えなければならない。とても面目ない話だけど、結局現実に負け、雇用系の育成は後回しにするしかないんです。はい、次に行きます。アンブレルちゃん。星4の狙撃です。ご覧の通り、この子はいいところはその攻撃力。1052で開始コストもそんなに高くない。18だけ。ただし、攻撃スピードはとっても遅い。スキルに発動したらさらに遅くなる。素質は通常攻撃範囲以外の敵を攻撃したら 28% の確率で敵を2秒スタンできる。どうやって通常攻撃範囲以外の敵に当てるの？それは、両方のスキルに、攻撃範囲を伸ばすからです。スキル1、攻撃範囲を1列増え、攻撃のたびに、0.8 秒のスタン効果を与える。精鋭2の攻撃範囲は、精鋭2の攻撃範囲はこれで、スキル1発動したら、これ、1列増え、ここは、5、3、1になります。つまり、このスキル1に関しては、もし素質を発動したいなら、敵が、1、3、1、2、3、4、5。この5マスにいないといけない。5マスにいないと、素質は発動できない。です。スキル2、攻撃力2倍。攻撃範囲が全マップになるけど、攻撃の間隔が少し増加。本来の通常範囲外にいる敵を攻撃する際に、さらに前準備の時間が少し増える。制限があるけど、この子が前言ってた特殊性を持つオペレーターです。攻撃範囲を全マップに伸ばすオペは、アンブリエル以外いない。大陸版では、未だに本当に活躍。いなければ攻略が積む。そういう場面がまだ来てないけど、育てたら作戦方法が増えるため、だいぶ楽しくなります。所詮、アンブレールは今まで必要性があんま高くないので、育てるか育てないか完全に自由。僕はあくまでその特殊性を伝えています。キャラ紹介はこれで、ガチャ以外、これらのイベントもあるんで、これらのイベントもあるんで、ガチャで、爆死しても、そんなに落ち込まないでね、読書のストーリーを楽しむことができますよ。はい。
最後にちょっと早いけど、一つだけ皆さん言いたい。メリークリスマス。出発。